おはようございます。今9時半ぐらいです。今日はこれから彼と朝食を食べに行ってきます。カフェかパン屋さんに行こうと思ってます。彼が朝一に耳鼻科に自転車で向かったので、私は終わる頃に途中で合流して一緒に朝食を食べに行きたいと思います。今日持っていくハンカチはスイミーの宇宙人のイラストがエイリアンかなのイラストが描かれてるハンカチです。今日は、古着の T シャツに古着のコーデュロイパンツに、であと韓国の OFR でフリマをやってた時に見つけたインサイレンスの古着のカーディガンを羽織ってきます。いつも通りブランのサングラスをかけて自転車で行ってきます。今日は池尻のあたりのカフェかパン屋さんに行こうと思ってます。私は上京した時から割とずっとカフェ巡りが趣味の一つで、自他ともにそういう認識なんですけど、会うたびにどっかおすすめあるみたいな感じで聞いてもらうことが多かったりするんですけど、せっかく東京に住んでいて、で飲食店も多い街だし、けど私はお酒はあんまり飲まないので、カフェはいろいろ行きたいなと思って、お気に入りのカフェを見つけつつも新規開拓をなるべくするようにしてるんですよ。彼はパンがとても好きなので、あとは私より甘党なので、彼の欲望を満たす意味もあって、土日は2人で朝活カフェ巡りをすることが多いです。ちょうど耳鼻科が終わったみたいなので出かけたいと思います。では行ってきます。ドーナツからいこうかな。綺麗に入れてくれるんだ、半分に切って。すごいね、ただのプレーンだったのに。限定の生ドーナツいただきます。カスタードクリーム
ムが美味しいドーナツも美味しい。軽め。軽い。うん。最高ですねこりゃ。おお。真っ黒。あ、すごくうまい。うまっ。うまそう。ね。結構いい。うん。バリバリにしたチーズね、なんか敷いてある感じ。違ったらごめんなさい。いらっしゃいませ。駐輪番号を入力し、最後に確認表示されて生産が終わりました。うん。一瞬だよ。本当。いや、どう考えても無理。何回やってもこれ登れる気しないわ。いいな。今日持っていくハンカチはビビアン・ウェストウッドのブラウンオレンジっぽい色使いのハンカチです。今10時過ぎなんですけど、これから表参道の方で1件仕事があるので今から行ってきます。でその後は家に帰って仕事をしようかなと思います。最近あんまりカフェだと集中できなくて家で仕事することが多いです。今日の服装はセイムペーパーのロンティーにスティーブ・アランのデニムの前開きワンピースで、パンツはユニクロのデニムを合わせました。
古着のレザージャケットを着て、今日はブーツもレザーでちょっと強めに行こうと思います。強めに行く理由は特にないです。韓国で買ったローのバッグを合わせます。では行ってきます。仕事を終えて帰ってきました。今12時40分です。表参道とか渋谷のあたりでお昼食べようかなと思ったんですけど、さっさと帰ろうと思ってマックをテイクアウトして帰ってきました。だいたい家で仕事している時のお昼は冷凍うどんかパスタか昨日の晩ご飯の余りだったりするんですけど、今日はなんかそういうの嫌だなと思ってマックを買ってきました。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフのセットにナゲットマスタードです。私はマックだとずっとダブルチーズバーガーダブチのセットを頼むのが自分の中のお決まりだったんですけど、この炙り醤油風ダブル肉厚ビーフっていうのを食べてからもうねこっちにハマっちゃって、これ食べたことありますか皆さん。めっちゃ美味しいんですよ。醤油がね濃いし、ダブチよりも肉厚だから食べ応えがあっていいんですね。でちょっとそれだけじゃ足りない気がして、だいたいいつもナゲットもつけてます。でソースは絶対マスタードです。お昼を食べたら仕事しようと思います。で最近お昼を食べる時に見てる YouTube がコナンの公式が今無料で過去の回を流してくれてるんですけど、コナンって毎年4月に映画やるじゃないですか。で私はいつも決まった友人たちともう10年以上一緒に見に行ってるんですけど、そのコナンのね今回の映画で、見といた方がいい復習しといた方がいい回っていうのを無料で配信してくれてるんですよ。期間限定ですけど。でそれを最近ちょこちょここう一から見るっていうのが私の楽しみで、それを見ながらお昼を食べたいと思います。あれから仕事をして今7時です。これから晩ご飯を作りたいと思います。ちょっと洗濯物などで向こう側が散らかってるのでこっちで喋ってます。今日はタンドリーチキンを初めて作ってみようと思います。どうやら作り方は簡単っぽいので、いろんなレシピサイトを見た感じでちょっと作ってみたいと思います。
今夜の6時半ぐらいなんですけど、今日は仕事で外出していて、さっき戻ってきて、これから彼が帰ってきたらランニングに行くので、今ちょっと晩ご飯の支度をしているところです。最近割と順調にランニング続いてて、なんか筋肉痛が心地よい感じになってきてます。といってもそんなに長い距離を走ってないですが、短い距離でタイムを縮めていくっていうことができればいいかなっていう、それが今の目標です。で、今日は、今焼き芋をここで作ってるのと、ズッキーニと鶏胸肉で炒め物を作るのと、さっきサラダ用のスナップエンドウを茹でました。引き続き晩ご飯の準備をしたいと思います。走りました。お風呂入ってきます。ただトマトが高く飛んだだけ。いただきます。
昨日新宿で買ってきたものを紹介します。昨日は新宿に行く前まで家でずっとダラダラしてたんですけど、新宿の街歩きだけで15000歩も歩いてました。なんか勘違いしてて、ルミネの 10% オフキャンペーンだと思って行ったんですよ。そしたら 2,3 日前にそれ終わってて 10% オフにならないことが分かったので、ルミネを見るのはやめたんですね。でもコーヒー豆はなかったんで、いつも通りニューマンのブルーボトルコーヒーでこの豆だけは買ったんですけど、でその後無印は無印良品週間で 10% オフになってるから無印に行ったんですね。新宿の無印って何か所かあるんですけど、伊勢丹の隣にある無印は文房具とか生活雑貨とか置いてあって、ピカデリーの方にある無印の靖国通り店は衣類しか扱ってないんですけど、とにかく衣類がたくさんあるんで、そこでこれを購入してきました。洋流ガーゼロングパンツっていうものを購入しました。部屋着として履こうと思うんですけど、ペラペラだけど下着が透けないぐらいの薄い生地感で涼しげな感じなので、春夏の部屋着にいいかなと思ってこちらのロングパンツを購入しました。私冬っていうかもう年中このユニクロで数年前に買ったこの部屋着のパンツ履いてるんで、春夏用に部屋着欲しいなと思って購入しました。ポケットもついてて、ウエストゴムで緩めに履ける感じです。結構ワイドめなパンツなので、股上とかもも周りとかもゆったり履けそうな感じです。で、あとはいつも買ってるやつなんですけど、カーペットクリーナー用のコロコロの替えテープと、あと洗顔用の泡立てネットと、これは旅行に持ってったり温泉に持ってったりするボディじゃないのびのびボディネットケース入りのやつを買いました。でこれが今回初めて買ったきなりコットンフェイスタオルっていうやつで、これすっごい最近 SNS で見る新商品なんですかね。ここが開くんだ。開けよう。見たことある人たくさんいると思うんですけど、こういう感じでティッシュみたいな感じで水分を優しく拭き取ります。使い切りなので衛生的ですって書いてあるんですけど、洗顔後にこれで顔を拭く用として皆さん紹介されてて、私は普段顔を洗った後はタオルで拭いてるんですけど、よくこういうなんか使い切りので拭くと肌が清潔でなんか肌環境にいいみたいなの聞くじゃないですか。だからこういうの使ったら自分の肌どうなるかなっていうので、ちょっと試しで買いましたっていうのが無印の購入品です。であとブックファーストに行って買ってきたのが文房具と小説なんですけど、ちょっとこのセルフレジで後ろの人並んでると思ってテンパってなんかすごい適当になっちゃったんですけど、萌柄さんのこれはただの夏という小説です。萌柄さんのエッセイが好きで、この3冊はもう読んでるんですけど、過去の作品も集めていきたいなと思って、今回はこの小説を買ってみました。なんか表紙が可愛いんだよな。イラストが可愛いです。そして文房具はこちらの2つを購入しました。私が大好きな緑カンパニーが出してるXS サイズの文房具シリーズなんですけど、これがテープのりで、こっちがホチキスで、これの他にハサミとかカッターとかそのミニサイズシリーズがあるんですけど、私は今年の春に海外旅行に行くので、その時にまた旅ノートを作ろうと思ってて、現地でかさばらないようなテープのりとホチキスを購入しました。でこのテープのりは使い切りタイプなので、前回の旅行ではこれの青いカラーを使って使い切ったんですけど、今回は赤色にしました。全部色が 4,5 色あって、白、黒、青、赤かなってあったと思います。このねミニサイズタイプ可愛いし、ほんとミニだからめっちゃ便利なんですよ。かさばらなくて、筆箱にもね場所を取らないですし、かわいい。なんかおもちゃみたい。ちゃんとこの芯を取るリムーバーもついてて、ここには一応コピー用紙10枚まで閉じることができますって書いてますね。中の芯は1ピース分
入るようになってます。ここを使う時は内側にカチッとして、そうするとこういうことか。でしまいたい時はここをまた外側にカチッとすると、おー、ぴったりしまえる。かわいいです。おもちゃみたい。これを次の旅行には持っていきたいと思います。前回の海外旅行でも作ってたオレンジ色の旅ノートがあるんですけど、それはまだ作ってます。まだ作り終わってないんですけど、次の旅行ではまた新しいノートを作ろうと思います。オレンジ色のノートも完成したらまた動画を撮りたいと思います。いつになるかわからないし、モザイクだらけにはなっちゃうと思うんですけど、そちらの方もちゃんと作ってはいます。ちょこちょこっていう感じです。